しおり、仙台さん、今日は呼んでくれてありがとう。二人がルームシェアしてるって聞いてからずっとこの家に遊びに来たかったんだよね。パンケーキくらいしかないけどね。とりあえずみんな座って。仙台さんの部屋ってなんか想像してたのと違う。もっと女子大生って感じの部屋だと思ってた。前に宮城にも似たようなこと言われた。似たようなことって、しおり仙台さんになんて言ったの？なんて言ったんだっけ。去年夏休みに私の家に来て、女子高生って感じの部屋だと思ってたって言ったじゃん。お互いの家に遊びに行くくらい仲がいいなら早く言ってくれればよかったのに。確かに高校の時に言ってればもっと早く3人で遊べたのにね、宮城。そうだね。それよりそろそろパンケーキ食べない？せっかく仙台さんが焼いてくれたんだし、冷めないうちに食べようよ。早くパンケーキを食べたいわけではないし、マイカに仙台さんが作ったパンケーキを食べさせたくないなんて思ってしまう私もいるけれど、高校時代の話をずっとされても困る。マイカに黙っていたあの頃の話は話せないことが多すぎる。じゃあ食べよっか。いただきます。すっごくふわふわしてる。おいしい。ありがとう。美味しいならよかった。私も食べよっと。いただきます。しおりが言ってたけど、仙台さんって料理上手なんだね。作るの好きなの？好きってわけでもないんだけどね。でもそんなこと宮城が言ってたんだ。うん、ここに来る途中にしおりから聞いた。へえ。普段はあんまりそういうこと言わないのに。美味しいって何度も言ってるじゃん。そうだっけ？言ってる。上手っていうのも言ってた？料理が美味しいのは料理が上手だからなんだし、同じことだと思うけど。仙台さんの料理はいつも美味しい。そして、マイカに言ったように、仙台さんは料理が上手だと思っている。でも、マイカがそれをここで言うとは思わなかった。知られたくなかったわけじゃないけれど、どういう顔をしていいのかわからなくなる。しおり、眉間にシワ寄ってる。寄ってない。宮城、3本くらいシワできてるみたいに見えるけど。あ、ほんとだ。二人とも面白がってるだけでしょ。私のことはいいから、パンケーキ食べて。はーい。はーん。やっぱり美味しい。仙台さん、好きな人に作る練習したから料理が上手だったりする？そういう練習はしてないかな。仙台さんって付き合ってる人いないの？いないけど。宇都宮は？私もいない。しおりは？いないって知ってるじゃん。なんでわざわざ聞くの？そういう流れだから。いらないからその流れ。こういう話を宮城とすることがないから新鮮だけれど、聞きたくない言葉が出てくるのではないかと少し緊張する。でも普段聞く機会がないことを聞いてみたくもある。じゃあしおり、好きな人は？宮城に聞きたかったことが私の口からではなく宇都宮の口から出てきて心臓が跳ねる。知ってるでしょ、いないって。考えていた通りの答えが聞こえてきて、ほっとすると同時にがっかりする。宮城に好きな人がいないということは、私が好きな人である可能性すらないということだ。分かっていたけれど、いないなんて言葉は聞きたくはなかった。仙台さんは好きな人いないの？そうだな。宇都宮はいるの？いない。そっか。宇都宮って宮城といつもこういう話してるの？そういうわけじゃないんだけど、ルームシェアって恋人できた時どうするのかなーって気になって。ルームシェアのルールは宮城と決めてあるんだけど、恋人ができた時のことは決めてなかったな。そういうルールも決めておいた方がいいかもね。やっぱりルールあるんだね。
一応、ルームシェア始めてすぐに話し合った。仙台さん、うるさいし。宮城が適当だからでしょ。そんなことない。適当なの仙台さんじゃん。あ、喧嘩するほど仲がいいってやつだ。違うから。そうかな。ごめん、ちょっとトイレ行ってくる。マイカ、今みたいな変なこと言うのなしだから。しおりが逃げる。逃げてない。すぐ戻ってくるし。行っちゃった。それにしても、二人って思ってたより仲いいね。ルームシェアするくらいにはね。そうだよね。仙台さんって、高校の時はなんかちょっと近寄りがたいっていうか、話しかけにくそうっていうか、だからしおりと仲良くなったの不思議だったんだけど。高校の時は海野がそばにいたしね。まあ。そういえばさ、仙台さん、しおりに勉強教えてたんだっけ？本屋で財布を忘れた時にお金貸してもらったお礼にね。そんなに長く教える予定じゃなかったんだけど、宮城、周りにいないタイプだったから面白くて。確かに。茨城さんたちとしおりって全く違うもんね。それで仙台さん、しおりとルームシェアするまで仲良くなったんだ。一人暮らしも心細かったし、まさか宇都宮に親戚と住んでるって言ってるとは思わなかったけど。私もしおりが仙台さんと住んでるとは思わなかったから、びっくりした。本当のこと言うと、しおりと仙台さんが一緒に住んでるって聞いて、ショックだったんだよね。しおり、そんなこと一言も言ってなかったし、なんか、仲間外れにされたみたいな気持ちになっちゃって。こういうの子供っぽいとは思うんだけど、変なこと言ってごめんね。子供っぽくないと思うよ。私だって同じことがあったら友達取られたみたいな気持ちになるし。子供っぽいのは私の方だ。この家に宇都宮が来ることを素直に喜べなかった。要するに私は宮城と親しい宇都宮に嫉妬している。呼び方、私のことは葉月でいいよ。できれば宇都宮がしたようにこの気持ちを話してしまいたいけれど、そういうわけにはいかない。でも葉月と呼んでもらうことで宇都宮に嫉妬することがなくなるくらい親しくなれたらと思う。しおりが葉月って呼んでないし、しおりが呼ぶまで仙台さんって呼びたいかな。仙台さんこそ私のこと名前で呼んで。宇都宮が葉月って呼んでくれる日まで宇都宮って呼びたいかな。宇都宮とは気が合いそうだし友達になりそうだと思っていた。宇都宮が本心を話してくれたことで改めて親しくなりたいと思っている。じゃ、そういうことで。仙台さん、私たちって仲良くなれるかな？もちろん。よかった。ただいま。二人で何話してたの？宮城の秘密について。だったらよかったんだけど。高校の時に宮城に勉強を教えることになった話とか、そういうの。マイカ、ほんと？ほんと。